皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、シャープがマスクを個人向けに販売開始しますよというお知らせが流れていたので取り上げていこうと思います。ただ、その問題だけで言えば、これで多くの人々がマスクが買えるようになってきたんだなということを知らせるような前触れとも言えるようなもので、よかったよかったで終わる話なのですが、私の動画ですので、それだけでは話は終わりません。というわけで今回のニュースはこちら。シャープが国内工場においてマスクの生産を行っているわけですが、これまでは政府向けというものが主でした。それに加えて、個人向けの販売も開始するということがお知らせされています。一体どのようなニュースになっているか見ていきましょう。シャープの公式ツイッターアカウントより、お待たせしてすみません。明日4月21日午前10時からマスクの販売をシャープ EC サイトで開始。50枚2980円。税込み。送料660円も別で、お一人様1箱のみ。購入後3日間は再購入不可です。また、無料の会員登録が必要ですが、いつでも退会は可能ですので、ちょっとお高い点もすみません。詳しいことは私も教えてもらえなかったのですが、様々な事情や要因を考え、この値段に決めました。私も長らくこの会社で働いているのでわかりますが、決してぼったくるための値段ではないことは申し添えておきます。公式アカウントでの告知というものがあったのですが、改めてニュースにするとこのような報じ方がされています。シャープ個人向けマスクを4月21日に発売。1箱50枚で2980円。シャープは4月20日、同社の EC サイト、シャープココロライフで21日から個人向けマスクを販売すると発表した。価格は1箱50枚入りで2980円。税別、送料別。購入には無料の会員登録が必要。当面は一度に購入できる個数を1人1箱とし、購入日から3日以内は再購入ができない制限を設ける。21日午前10時から販売する予定。5月10日まで毎日午前10時に在庫を補充する。支払い方法はクレジットカードで、送料は全国一律で税込みに660円。注文後2日から7日ほどで届く。発売するのは不織布マスクで、立体三重構造により花粉よりもさらに小さい生体ウイルスや微粒子もしっかりガードするとしている。サイズは約 95×175mm。同社の三重工場で1日15万枚を生産し、最終的には1日50万枚作る体制を整える。同社は政府の要請を受け、2月28日からマスクの生産の準備を開始、3月31日に政府調達向け製品の出荷を始めた。三重工場では通常液晶ディスプレイの生産を行っており、工場内にあるクリーンルームでマスクを作っている。あまり報じられていないのですが、政府はマスクを作ることに対して助成金を出しています。政府は要請と同時に助成金制度、マスク等生産設備導入支援事業費補助金、マスク生産設備導入。助成金の補助率は中小企業の場合であれば4分の3以内。そして主に大企業は補助率が下がって3分の2以内となっています。シャープ以外にも複数社が助成を受け、生産能力を上げたり参入したり、ただしあくまでも助けるもので全額ではありません。詳しくは説明欄に経済産業省のアドレスを載せておきます。今回のように生産能力が日本国内で足りないということが大きな問題となっており、政府としては日本に製造拠点を戻すように政策を打っています。生産拠点の国内回帰を後押し、緊急経済対策に約2400億円。新型コロナウイルスの感染拡大で部品などの供給網、いわゆるサプライチェーンに大きな影響が出ました。このため政府は企業による生産拠点の国内回帰を後押しする費用などとして、およそ2400億円を7日決定する緊急経済対策に盛り込むことになりました。新型コロナウイルスの感染拡大で中国からマスクや自動車部品の供給が滞るなど、サプライチェーンの脆弱性が浮き彫りになりました。このため政府は中国など特定の国に生産が一極集中している製品や部品について、生産拠点を国内に回帰させたり、東南アジアに移転させたりする企業の費用を補助する方針です。生産拠点を国内に回帰させる場合は、中小企業は費用の3分の2、大企業にも2分の1を補助します。特に国内で不足しているマスクや人工呼吸器、防護服といった緊急性の高い製品については、補助率を中小企業は4分の3、大企業は3分の2に引き上げます。まず最初に品質についての話をさせてもらいます。というのも、日本が多くのマスクを依存していた中国においては、今マスクを外交手段の一つとして考えています。
そのため、マスクを欧米などに非常に優先的に回しているわけですが、そのマスクの品質については問題があります。ヨーロッパの多くの国々で、このマスクには問題があるとして逆に返品騒ぎなどが起こっているのです。また、インターネット上においては、中国の製造現場において一体どのような取り扱いがされているのか、かなり疑問に思えるような動画があります。例えば工場においてマスクを靴で踏みつけるような動画などが出てきたりもしますし、生産現場の背景を見るととても清潔とは思えないような不潔な場所で作られているといったそうした光景なども出てきます。もちろんそれらはあくまでも一部かもしれませんが、そうした不信感を与えるような情報というものは中国にはかなり多くあります。そういった意味においてこのシャープで作られているマスクはクリーンルームで作られています。これは明らかに他よりもはるかに正常な場所です。なぜそのようなクリーンルームで作られているかといえば、それはシャープが液晶ディスプレイの生産というものを行っていたその工場の空きスペースを利用して今回マスクの生産を行っているからです。それでは値段の話をしましょう。そもそも今はパンデミック、世界的な大流行の時期にあります。ですから医療用のマスクというものが非常にたくさん必要です。しかもこれに加えてマスクの需要を跳ね上げる事情があります。それは欧米がこのマスクに対する考え方を全く変えてきたからです。新型コロナウイルスの世界的な流行が始まる前、欧米においてマスクは一般の人がするものではなく、あくまでも医療従事者のような人たちがするものでした。ですから街中でマスクをしている人を見たら、あいつは重い病気にかかっているかもしれないと警戒されていたものです。実際にアジア人がマスクをして街中を歩いていることを理由にして侮辱的な言葉をかけられるヘイトクライムと言われるような事件が多数発生したことがニュースになっています。しかしそのような状況は全く変わりました。現在はヨーロッパの疾病対策センター ECDC やアメリカの疾病対策センター CDC などもこのマスクの考え方を大きく変更しており、一般の人々もマスクをすることが感染拡大の防止につながると話をするようになりました。ここで言うマスクの効果としては、これまでの私の動画で何回か触れてきたのですが、自分自身が感染を予防する、例えば触らないといったこともありますし、病気を他の人にうつさないといった効果などもあります。この2つの面をもってしてマスクはした方がいいという話に変わったのです。これまでマスクを全くする習慣がなかった人々に対して、いやマスクはした方がいいんだよという話に切り替わったわけですから、マスクの需要が世界的に増えたというのは当然の成り行きなのです。そしてこのように需要が増大すると一体何が起こるかといえば、今必要だと思う人はいくら高値をつけてでも欲しいという状況になります。ですからマスクメーカーは高値で買ってくれる人たちに売るようになりました。そして原材料についても同じように、これは明らかに不足したような状態なので何倍にも跳ね上がりました。日本の中の報道を何件か見たのですが、不織布の原材料の価格というものは10倍から30倍、40倍といったようなニュースなどもあり、これはおそらく調べた業者や調べたタイミングなどにもよるのですが、少なくとも何十倍という単位で原材料価格が上がっているのは間違いのない話のようです。ですから新型コロナウイルスのパンデミックの発生前の価格の感覚で言うと、なんだか随分高いなと思っても、今現在ではこのぐらいの値段というのが相場になっているのが現状です。さて、ここからが一つ大きな問題です。パンデミックの発生前において不織布のマスクというものは1枚5円から10円程度でした。それが今現在の相場は何円かといえば50円から60円といったところに収まっています。ですから単純計算で言っても相場は10倍に上がったわけです。ですから今後中国での製造が本格化して1枚5円のマスクが大量に出回るようになれば、こうした日本での製造というものはまた脅かされることになります。今現在はマスクが明らかに足りない状態なので、日本政府はメーカーに対して補助金を出しますよといったこともしていますし、そもそも工場などを日本に戻すことも考えてくださいといったところに声だけではなくお金を出すようにしています。現在のパンデミックは非常に大きな問題なわけですが、永遠に続くわけではありません。ですから、いずれこのパンデミックが世界的に収束に向かう、もしくは各国の医療体制に応じてある程度抑え込めるような状態になってきたら、経済は再び動き出します。その時になれば中国メーカーの輸出するマスクというものが高価格帯のマスクを市場から追い出そうとするでしょう。それは中国の意思ではなく、そもそも消費者が高いマスクよりももっと安いマスクを買うという行動によって国内生産のマスクというものを売れない商品にしてしまうからです。
皆さんもぜひとも考えてみてください。今回シャープは国内工場においてマスクを作って売り出すわけですが、そこについている感想などを調べてみれば、こんな値段だと高いなという人が非常に多いでしょう。それは需要が高くて原材料の価格も上がっているし、こういった値段しかないんですよと言ったとしても、やっぱり高いなという気持ちそれ自体が変わるわけではありません。将来的にパンデミックが収まった時、中国メーカーが1枚5円程度のマスクを大量に売り出すようになったら、明らかに価格差が何倍にも広がった商品になってしまうわけです。そうなってしまえば国内生産の火がまた消えてしまうことになるでしょう。ですから今の話ではないにしても、将来的には明らかに政策としてこれらのメーカーをある程度保護するようなことが必要です。そのためにはまた別の話が必要です。今回新型コロナウイルスの日本国内における感染というものが起こっているわけですが、マスクの国内備蓄が一体どれだけあったか皆さんはご存知でしょうか。日本政府が今回の問題で追及された際に、マスクは一体どれだけ備蓄しているんですかと聞かれた時、国会での答弁として740万枚程度という話をしていました。そして自治体の中では最も大きく、そして経済的にも豊かである東京都においても100万から200万といった程度の備蓄しかなかったと言われています。そうした国や地方自治体の備蓄しているマスクを総計算したとしても、おそらく1000万以上2000万未満の間に収まっていたでしょう。しかし私たち日本人は一体何人いるでしょうか。1億3000万人いるわけです。しかし、備蓄されていたマスクが1000万枚や2000万枚しかなかったというのですから、1人1枚もないというのがこれで明らかなわけです。そして、不織布のマスクであれば、1回使ったらそれで捨てるようなものです。あくまでも再利用するわけではありません。ですから、もしも1億3000万人が30日間使うマスクを備蓄しようと思ったら、40億枚近くの備蓄というものが必要になります。繰り返しにはなりますが、今すぐにはないにしろ、こうした日本人全員に配布することを前提としたマスクの備蓄などをするべきでしょう。そして今回はマスクに絞った話なわけですが、明らかにそれに関連して医療用具全体についてもある程度膨大な量というものを備蓄しておくのが良いでしょう。そしてそのような膨大な量の備蓄を一体どこから買い進めていくかといえば、それは日本メーカーから1年ごとにそれこそ定量的に買い進めていくのが良いでしょう。そうすることによって日本メーカーの生産設備というものが日本国内にずっと永続的に残ることになりますし、同時に少しずつ備蓄の量というものが増えていくことになります。そしてある一定の量に達したら古いものから病院などに寄付するようなことをして実際に使用することによって常に一定水準をキープするという政策をとってはどうでしょうか。しかし今回の一件において膨大な量の備蓄というものが必要になる時が来るということが私たちは身に思って知ったわけです。そして今回新型コロナウイルスによるパンデミックだったわけですが、今後じゃあウイルスや細菌の蔓延といったものが今後起きないかといえば必ず起きると考えた方が良いでしょう。それこそ地震のように大きな地震があったからもう二度と地震はないなどとは言えないのと同じように、今回大きなパンデミックが発生したこの経済的な混乱や世界中での多くの悲劇というものを見れば、規模の大小の違いはあれどもいずれまた同じようにやってくる問題として準備を進めていく必要があるでしょう。日本政府が何をすべきかといえば、まずは目の前の新型コロナウイルスに対する対応なわけですが、その騒動が終わった後にはしっかりと国家戦略を持ってこうした医療用品についての政策といったものを行っていかなければならないでしょう。皆さんはこの問題についてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。最後に少しだけ余談をしておきましょう。今回背景を少し変えました。あまりにも同じ背景が続いているので飽きましたといったようなコメントが1件2件入るようになって、まあ確かにそれもそうかなと私も思ったところです。ですから今後も気が変わったら背景を時々変えていこうかなと思っています。今回の背景写真はフリー素材から持ってきたものです。ですから私自身がこの写真を撮影しに出かけたわけではありません。皆さんも天気の良い日であれば、外に出かけたいなと思う方もたくさんおられるでしょう。日本では外出禁止令のような強い命令が政府から出ているわけではありません。ですからより多くの人々が自主的な行動として家にいようということを実践する必要があります。それによって感染拡大防止が図られるというのは理論上間違いのないことなので、ぜひとも皆さんご協力をよろしくお願いします。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。